へへ、今月は仕送りを多めにもらったから久々に駅前にある高めの店で買い物するか。あ、なんだか聞き覚えのある声が聞こえるような。だからそんな服じゃ全然ダメだって言ってるでしょ。もっと落ち着いたデザインがいいに決まってる。あら、そうかしら。でもこういうパステルカラーの服が流行りよ。流行ってるとしてもそんな服あいつに似合うわけないわよ。流行ってる服の方が喜ばれるわよ。プレゼントを贈られる人の気持ちも考えないと。プレゼント？違うわよ。この前いろいろと手伝ってもらったからただのお返しよ。服屋のウィンドウの前にいるのは美坂じゃないか。もう一人は知らない子だな。何か言い争ってるみたいだけど、ま、触らぬ神になんとやらだ。そっと通り過ぎよう。それにしても美坂は俺以外にも食ってかかるんだな。相手のやつにはちょっと同情しちまうな。あ、気のせいか。美坂が言い争ってる相手、どこかで見覚えがある気が。だから美坂さんのセンスがずれてるって。あなたがなんで。あ？何を見てって。あんたどうしてここに。でもこれって噂をすればってやつじゃない。ええ、まさに運命力ってことかしら。白黒はっきりつけましょう、美坂さん。やば、うっかり足を止めたせいで見つかった。向こうは気づいてるし逃げるのも悪いのな。よ駅前で会うなんて奇遇だな。二人で何の話をしてたんだ？あんたには関係ないことよ。それよりあんた暇でしょ。今からちょっと付き合いなさいよ。なんで上条さんが暇だって確定してるの？まあ忙しいわけでもないけどさ。付き合えって俺は何かしなくちゃいけないのか？簡単よ。私たちがお店で男物の服を選ぶから、あなたは選んだ服を着てくれるだけでいいのよ。ああ、それくらいいいけど、でもなんでそんなことを？いいからあんたは黙ってついてくる。おい、引っ張るなって。次から次に服屋を移動してこの店が5軒目だ。2人が代わる代わる選んで持ってくる服、かれこれ50着は試着してるんじゃないか。ねえ、この服ならあなたによく似合うんじゃないかしら。その服は俺には派手じゃないか。食宝にはセンスがないのよ、センスが。こいつには私が選んだこういうシンプルな服が似合うのよ。美坂の服の方はシンプルっつうか地味って感じだな。じゃあこっちの服はどう？いいでしょ？それも地味だな。なんつうか休日のおじいさんみたいだぞ。おじいさんの服ですって。美坂さんはお年寄りの服を選ぶのがうまいのね。あんたにはとやかく言われたくないわよ。パーティー衣装みたいなのばっか選ぶくせに。やれやれ、なんでこんなことに巻き込まれちまったんだ。つまりはお互いの服のセンスを競ってるんだよな。それなら俺じゃなくて当人同士で見せ合えばいいのに。この店でも決着はつけられないみたいね。向かい側の服屋に移動するわよ。あら、あの洋服店は私もよく行くお店なのよ。何よ、あんたもなの？私も結構お気に入りのお店なのよ。あのお店、服の種類は限られるけど厳選したいい品だけを置いてるのよね。そうね。あの店に置いてある服ってどれもおしゃれなのよね。お互いによく知ってるお店なら公平な勝負ができそうね。認めたくないけどあんたの言う通りね。じゃああのお店で最後ってことにしましょうか。望むところよ。
気に入ってもらえる服をバッチリ選ぶわ。あんたが私のお気に入りの店でどんな服を選ぶのか楽しみだわ。それはこっちのセリフよ。それじゃ早速お店に行きましょう。2人とも喧嘩腰したけどなんだかんだで仲良さそうだな。美坂にもあんな友達いたんだな。ちょっと何のんびりしてるのよ。あんたも早く来なさいってば。そうよ、あなたがいないと勝負が始まらないんだから。おい、2人で腕を引っ張らなくてもいいんじゃないか。これでひとまず勝負は終わりね。そろそろあんたに最終的な結果を言ってもらうわよ。私と美坂さん、どっちの方があなたに似合う服を選べていたかしら。そうだな。服選びのセンスとか詳しくわからねえけど、どっちが選んでくれた服も好きだぜ俺は。あらあら。あれ、正直な感想を言ってみたんだがダメだったか。当たり前でしょ。勝負なんだから勝ち負けを決めてくれないと困るわよ。でもまああんたらしい気もするけど。まあこういうところが魅力だったりするんじゃないの。2人ともなんか呆れてないか。俺が間違ってたら教えてくれよ。はあ、もういいわよ別に。今日はいろいろと参考にもなったしよしとするから。そうね、何よりもすごく楽しかったしね。今日のところは引き分けってことで帰りましょう。一日付き合ってくれてありがとう。機会があったらまた会いましょう。じゃあね。ああ、俺も一緒に服を見て回れてよかったよ。結局どうして2人は俺を使って勝負なんかしてたんだ。ま、結構楽しかったし、なんでもいいか。